りょうちゃんらしさの希望がね、いつもまん丸のトイレが特徴なの。お化けワンダーランドで西陣織の皆さんこんにちは。建築家のバカンス岡田です。今回は万博で盛り上がりを見せている大阪に来ています。いつものホテル探訪に加えて今話題を集めている2025年大阪・関西万博にも足を運び、現地の熱気を体感しながら魅力的な建築を巡ってみたいと思います。そしてその前にせっかくなので1970年の大阪万博跡地万博記念公園にも立ち寄って太陽の塔や当時の展示を見ながら少しだけ万博の予習をしていきたいと思います。まず訪れたのが今日宿泊するダブルツリーバイヒルトン大阪城です。歴史ある大阪城を一望できるすぐ近くに位置し、大阪駅までも車で約10分というアクセスの良さが魅力です。ビジネス利用はもちろん観光の拠点としても人気が高まっている注目のホテルです。それでは早速中を見ていきましょう。まず1階のエントランスを入るとエレベーターホールがあります。曲線を描く壁面やそれに沿って設置されたベンチが柔らかな印象を与え、優しくゲストを迎えてくれます。レセプションは6階にあるのでエレベーターで上に上がってみましょう。ドアが閉まります。Door moving。6階です。上に入ります。エレベーターを降りると広がっているのはレセプションロビー。円形にデザインされた空間には美しく配置された間接照明が印象的です。中央には大阪城周辺のお堀の水面をイメージしたようなベンチスペースがあり、空間全体に落ち着きと品の良さを感じさせます。レセプションカウンターの背面にはかつての大阪の風景を描いた大きな絵が飾られており、過去と現在が交差するようなストーリーを感じさせます。レセプションの反対側にはレストランやバー、そしてちょっとした売店スペースもあります。それでは早速お部屋の方に向かってみましょう。今回宿泊するのはキングルームやツインルーム、プレミアムスイート、そしてキャッスルビューやリバービューなど様々なタイプの中からラウンジアクセス付きのエグゼクティブルームキャッスルビューツインベッドです。それではお部屋の中を見ていきましょう。
広さは約26平米とコンパクトですが、機能的で快適なレイアウトになっています。窓からはホテルの名前にもなっている大阪城が間近に一望でき、まさにこのホテルならではの贅沢な景色が楽しめます。インテリアデザインはかつて水の都と呼ばれた大阪をイメージし、水をテーマにブルーを基調としたカラーリングでまとめられています。落ち着きと清涼感があり、リラックスして過ごせる空間となっています。続いて洗面浴室周りを見ていきましょう。洗面スペースはシンプルながらも機能的で上質さを感じられるデザインです。その隣が浴室となっていて、ユニットタイプのバスルームですが、落ち着いた色味のタイルが使われています。浴室の反対側にはトイレがあり、空間としても無駄のない効率的な配置になっています。またデザイン面では扉の装飾やアートワーク、床のパターンなど館内のさまざまな場所にひし形のモチーフが取り入れられているのが印象的です。ホテル全体として統一感のあるデザインでまとめられています。続いては最上階にあるエグゼクティブラウンジを見に行ってみましょう。こちらのラウンジはエグゼクティブルームまたはスイートルームに宿泊のゲスト専用のスペースとなっています。100席を超えるゆったりとした空間で、一面に広がる窓からは大阪城の絶景を望むことができ、優雅で心地よい時間を過ごすことができます。時間帯によってスナックやスイーツ、イブニングカクテルなどのサービスが提供されており、滞在中の楽しみの一つになっています。続いては宿泊者専用の室内プールに行ってみたいと思います。プールの広さは11メートル ×5 メートルで、落ち着いたインテリアと照明がリゾート感を演出しています。プールサイドには3ベッドも並べられており、静かにリラックスした時間を過ごすのにもぴったりです。この日は利用者が少なかったこともあり、ほぼ貸し切り状態で子どもたちと一緒に思う存分楽しむことができました。プール好きにとってこうした充実した施設があるとホテル滞在の満足度がぐっと上がりますね。プールの隣にはジムスペースも完備していたのでご紹介します。そして今夜のディナーはホテル近くのお好み焼き屋さんへ向かいたいと思います。
ああ、いい香り。結構ソース甘い感じじゃない？ね、甘いよね。美味しい。ちょっと見ますね。マヨネーズかけていいです。はい、いいです。はい、どうぞ。ありがとうございます。本当だね。とろけますね。地元ならではの味に旅の気分もさらに盛り上がりました。ごちそうさまでした。朝食は6階にあるレストラン1000でいただきます。ダイニングの隣には大阪の商いを支えてきた船による移動や休息の文化に着想を得たラウンジ&バー1000が併設されており、そちらも少し見ていきましょう。少し落ち着いた青を基調にした空間には一面ガラス張りの窓から大阪城のパノラマビューが広がり、まるで水面に浮かぶような特別な時間を演出しています。そしてレストラン1000は千客万来をテーマに、天下の台所大阪のにぎわいを今に伝えるオールデイダイニングです。朝昼夜を通してインターナショナルなビュッフェやアラカルトを楽しめる空間になっています。一番奥の空間には巨大な提灯を使った照明がつられており、まるでお祭りのような華やかさが演出されています。ということで、ダブルツリーバイヒルトン大阪城での滞在は立地、眺望、設備ともに快適で、大阪観光や万博への拠点としてもぴったりのホテルでした。それではいよいよ大阪・関西万博の現地に向かってみたいと思います。東ゲートから入場すると、奥にはシンボリックな巨大な大屋根リングが見えてきます。公式キャラクターミャクミャクも早速お出迎えしてくれます。まず最初に訪れたのは、建築・展示ともに高い評価を得ている日本館。命の循環をテーマにした日本館は、リユース可能な木の板をドミノのように円形にずらしながら組み上げた建築で、壮大なスケールと繊細なリズムが印象的です。館内はプラント、ファーム、ファクトリーの3つのゾーンに分かれており、ゴミから水、素材、物へと循環するプロセスを体験できる構成となっています。
続いては大屋根リングの下を通り抜けながら次の目的地シグネチャーゾーンに向かいます。西陣織のだね。こっちなんだろうねこれ。まず目指すのは川森昌司さんがプロデュースした命めぐる冒険。実はこのパビリオンが今回の万博で一番楽しみにしていた建物なんです。というのもこのパビリオンは僕の大学時代からの親友であり、独立当初は一緒に事務所をシェアしてプロジェクトも共にしてきた建築家小野寺翔子が設計を手掛けたパビリオンなんです。彼の仕事を横目で見ていた分、そんな彼の作品が万博の舞台で名だたる建築家たちのパビリオンと肩を並べている姿を目にして、なんだかとても感慨深く嬉しい気持ちになりました。シグネチャーゾーン近くに位置するウォータープラザでは定期的に噴水のショーが行われています。噴水と大屋根リングが織りなすダイナミックなスケール感は圧巻ですね。続いては大阪万博の中でも特に人気と注目を集めているパビリオン、落合陽一さんがプロデュースし、ノイズの豊田圭介さんが設計を手掛けたぬるぬるを体験しに行きたいと思います。柔らかな鏡面で覆われたキューブ型の建築は、周囲の光や風景を映し込みながら、風やロボットアームの動きに反応して常に有機的に変化します。金属のような硬さと柔らかさが共存する類を見ない建築で強烈な存在感です。展示内容もユニークで 3D スキャンによって生成されたデジタルアバターや CG 映像を通じて来場者が自分自身のデジタルな姿と対話するような空間となっています。デジタルネイチャーというテーマのもと、デジタルと自然が交わる世界の未来、人間の在り方の変化を問いかける体験型の展示です。展示空間内では映像が万華鏡のように次々と変化し、リアルとバーチャルの境界が曖昧になる、まさに鏡の国のような幻想的な世界が広がっていました。
こんにちは、アテンダントさん、やおちゃんです。何か聞きたいことがあったらいつでもどうぞ。きっとお手伝い。未来の AI はどのぐらい進化していると思いますか？AI の進化はとても早いですね。多分もっと寒くなって人ともっといろんなことができるようになると分かります。それも私の一つの希望。でもまだ君の人生が懐かしいの？その懐かしさを手放すのを僕がちょっとだけ手伝ってあげる。ありがとうございました。この後皆様をどう変化していくのかわからない未来の形が少しイメージできるような貴重な体験となりました。続いては会場のシンボルでもある大屋根リングの屋上へ登ってみたいと思います。上から見渡す万博会場の全景、どんな風に見えるのか楽しみです。大屋根リングの壮大なスケール感もさることながら、実際に訪れて驚いたのは屋上に施された豊かな植栽や草花などの心地よいランドスケープデザイン。この風景を見るだけでも建築やデザインが好きな方にとっては万博を訪れる十分な価値があるなと感じました。この後は事前予約なしで入場できる海外パビリオンをできるだけたくさん巡ってみたいと思います。まず最初に訪れたのはサウジアラビア館。伝統的な村落を思わせる形状に加え、サウジアラビア産の石材を使った独特のパターンが施された外観がとても印象的です。続いて訪れたのはカタール館。設計は隈研吾さん。続いてはアラブ首長国連邦館。床から天井まで伸びる柱が林立し、まるでヤシの木が立ち並ぶような印象的な空間です。これは大地に根を張り天へと伸びるナツメヤシの木から着想を得たもので、農業廃棄物を活用し、日本の匠の木工技術を融合させて再解釈したデザインとなっています。次はクウェート館。鳥が翼を大きく広げたような外観が人を迎え入れ、未来へ羽ばたく様子を表現しています。展示内容では湾岸諸国を旅するような体験ができ、子どもたちも楽しそうに過ごしていました。It's time travel to the Kuwait of today. 全システム発信準備完了。わー Yay! そして最後に訪れたのがリナ・ゴットメ設計のバーレーン館。木造の加工が流れるように連なった外観が印象的で、伝統的な造船技術と日本の木工技術の融合が試みられています。建築を通してバーレーンの文化を伝えるようなデザインがとても印象的でした。そうこうしているうちに日も暮れてきたので、海外パビリオン巡りはここまで。
ライトアップされた大屋根リングも幻想的で美しいですね。そして最後は夜の噴水ショー、青と夜の虹のパレードを鑑賞したいと思います。噴水正面は予約席になっていたため、今回は自由席からの鑑賞でこのアングルが限界でした。しっかり楽しみたい方は正面の予約席や大屋根リングの上から見るのもおすすめです。はい、ということで大阪万博編はいかがだったでしょうか。それぞれのパビリオンに込められたメッセージや各国の文化とデザインが融合した空間がとても刺激的でした。特に環境への配慮や循環型社会を意識したデザインが多く見られ、これからの建築や都市の在り方を考える上でも多くのヒントが詰まっていたように思います。ぜひ皆さんも実際に現地に足を運んで、このスケール感と臨場感、そして建築デザインの魅力を体感してみてください。ということで、このチャンネルでは建築家の目線でホテルや別荘などを巡るデザインの旅をお届けします。僕自身もバカンスを楽しみながら素敵なデザインに触れることで、より良い空間づくりに生かしていければなと思っております。旅行や建築、デザインに興味のある方はぜひチャンネル登録、高評価の方をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。